前回のあらすじ。第45回衆議院議員総選挙で再び政権交代が起こった日本は、安倍晋三を首相に添え、再び自民党が執権を取ることとなる。外交面では2009年10月にロシアがウクライナに、中国がモンゴルにそれぞれ侵攻を開始。翌年2010年には尖閣諸島沖で中国籍の漁船と海上保安庁の巡視船が衝突するなど、日本を取り巻く安全保障環境は急速に悪化していった。内政面では2011年には三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生。巨大な津波が東北地方の沿岸部を襲い、各地に甚大な被害をもたらした。さらに原子力発電所の事故も発生したことで、日本は戦後最大級とも言われる複合災害への対応を迫られることとなる。同年9月には自民・民主の大連立構想失敗の責任を取る形で、安倍晋三は首相を辞任。後任には谷垣禎一が首相に就任する。谷垣禎一は内政面では金融緩和、機動的な財政政策、規制緩和を柱とする経済政策を実施。外交面では積極的平和主義を提唱し、東アジア安全保障条約を結成。台湾及び大韓民国が加盟することで、中華人民共和国に対抗する一大軍事同盟となる。2015年3月20日、この日、北朝鮮が突如 DMZ を攻撃し、大韓民国に侵攻を開始する。その後の首相官邸で行われた緊急国家安全保障会議の末、日本政府は大韓民国支援のため自衛隊を派遣し、第二次朝鮮戦争への介入を正式決定した。戦後長きにわたり専守防衛を国是としてきた日本にとって、この決定は歴史的転換点となる。ついにこの日が来ました。62年ぶり2回目の戦果が切られたのだ。しかし今度の戦いは日本も本格参戦しますよ。早速釜山より朝鮮半島に乗り込んで前線に向かいます。韓国と北朝鮮の戦力はほぼ拮抗しているのだ。ここで日本も参加して共産主義者を殲滅ですね。早速攻撃開始なのだ。敵の中には中国の義勇軍も見えますが、果たして勝てるのか。徐々にではあるけど進軍できているのだ。ウォンサン周辺でも師団包囲し、歴史と平壌も近いのだ。あとは人民解放軍が鴨緑江を越えて本格参戦しなければいいんだけど。ズンダモン先輩、中華人民共和国が日本国内の航空基地を目標に攻撃をしてきました。ついに中国が参戦か。いえ、まだ交渉の余地があります。選択肢は上から全面開戦か敵地への攻撃か、賠償要求か外交抗議がありますね。ここは穏便に抗議か賠償要求に止めておきましょう。もちろんここは国民に敵への反撃を約束するのだ。嘘でしょ。まあ反撃するとは約束したけど、実際に反撃するかどうかはまた別問題だからね。ほら、そんなことを言ってたらもう北朝鮮の臨時首都のハムフンまで来れたのだ。このまま早いと朝鮮戦争を終わらせてくださいね。分かっているのだ。それに北朝鮮軍の全時代的装備では自衛隊の質の前に歯が立っていないのだ。おや、ロシアがモルドバに宣戦布告。ちょっと気になってロシアを確認してみたら、なんか全欧州に対して宣戦布告しようとしていたのだ。ちょっと厳しくないですかね。画面外のアメリカもついてくるんですよ。一方の朝鮮戦争の方は5月5日に北朝鮮が降伏することで終結。開戦から1ヶ月ちょっとで終わりましたね。意外と早い。しかし無事に終わったとはいえ、国境に大量の人民解放軍が集まっていますから依然として警戒が必要です。一方の国内では共謀罪法案の採決が行われたようです。テロの脅威は年々高まっているのだ。この法案は強行採決で可決されたよ。特定秘密保護法に続き、再び強行採決が行われたことにより、日本国内では政府に対しての不安が高まっているようです。安心しろ。これは日本を安定化させようとしているだけだ。まあ、口先だけで反対派に納得してもらえることなんてないですけど。また国会前で抗議デモか。ズンダモン先輩、また中国軍が日本国内の航空基地に攻撃を加えてきました。もうこれ戦争になってるだろう。とりあえず中国に賠償と緊張緩和を要求するのだ。中国は賠償に同意し、緊張緩和を約束してくれました。この状況で応じてくれるのか。どういう風の吹き回しなのか分かりませんが、1年間は攻撃しないようです。なるほど。ズンダモン先輩、これを見てください。いつの間にかに改憲派が全体の 66% になっているのだ。はい、しかもちょうど政治力も1000溜まっていますので、すぐに憲法改正の国民投票を実施できます。それじゃあ早速やってみるのだ。日本が改憲国民投票運動を開始。日本の谷垣禎一は憲法改正のための初の国民投票とその運動の開始を宣言した。日本では過去の帝国憲法を含めて憲法が一度も改正されたことがなく、
これは日本の長い歴史の中でも初めての憲法改正となる。大多数の政治評論家はこの大規模な運動を日本史における大きな節目であり転換点であると見ている。一方、国内の右派改憲派は現在の憲法が左派に傾倒しており政府の権限を縛りすぎていると信じているため、この動きを歓迎している。彼らだけでなく一部の左派改憲派もまた左派の改正草案の方が右派の草案よりも人道的で民主的であることを比較し示すための対抗運動を開始した。他方で護憲派はこの動きを批判している。どちらの陣営が支持しようと民主主義の観点から見て政府権力への制限は間違っていないと。ついに時が来たのだ。一体どうなるのかワクワクが止まりません。憲法案の候補は全部で4つ。より民主的で保守的な草案、政府に権限を集中させる草案、今まで以上に自由主義的な草案、そして革命的に左に振り切れた草案があります。最後の革命的な草案はないとして選ぶのは毎日のうちどれか。どれにしましょう。先の見えない時代、外からの脅威が迫る今こそ政府に強い力を持たせる憲法が求められたのだ。やはりそうきましたか。今こそ2012年の自民党改憲案を参考に強い憲法を作りましょう。公明党支持者がこの憲法草案に反対したか。まああんな弱小政党の言うこと聞かなくて大丈夫ですよ。そして2015年11月21日、この日、憲法改正の是非を問う国民投票が行われました。結果はどうなったのだ。はい、国民投票の結果、憲法改正は承認されました。まだ実際に改正されたわけではありませんが、民意の声は今やどんな政府権力よりも大きな力を持ち、誰にも止めることはできないでしょう。そうしたらお次は憲法9条だけを変えるか、それ以外も変えるかを決める時です。もちろんここは9条以外も変える包括改憲なのだ。包括改憲、つまりは自民党改憲草案で新設された第98条と99条も追加するということですか。そうなのだ。日本を強く豊かにするのだ。一方の護憲派は未だに国民投票の手続きに不満を表明している模様。あんなの無視だ無視。しかしこの無視を決め込む政府の姿勢に対して全国規模で投票結果に対しての疑念の声が上がっています。時が経てばみんな忘れるのだ。民主党をはじめとする穏健派政党が全会議への出席を拒否していますよ。うるさい奴らだ。こうして紆余曲折ありながらも第9条を撤廃。もはや戦後ではない。憲法改正後も国内では左派を中心に反対デモが行われていますが、それでは左派に70年代を思い起こさせるような対応をしてやろう。今度は失敗しない。事態は沈静化に向かっています。よかったよかった。その裏ではロシアの傀儡になっていたウクライナが降伏。やはりロシア一国で全 NATO 加盟国を相手するのは厳しかったのだ。おや、今度は熊本で地震ですか。すぐに救援を行うのだ。さらに余震が続きます。すでに救援部隊を向かわせているから落ち着くのだ。3度目の巨大地震が熊本を襲う。信じがたい事態が現実となった4月16日午前1時25分、熊本県を震源とするマグニチュード 7.3 の大地震が発生した。激しい揺れは西日本一帯から朝鮮半島にまで及び、気象庁は再び最大震度7を観測したと発表した。さらに今回の地震による長周期地震動は1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東北地方太平洋沖地震を上回る規模、継続時間を記録したとされる。現在も強い余震が継続しており、被災地では緊張状態が続いている。気象庁は過去に例を見ない異常な地震活動として従来行ってきた余震発生確率の発表を取りやめる異例の対応を表明した。被害は甚大だ。中層マンションの1階部分の崩落をはじめ、熊本城天守閣やジェーンズ邸、阿蘇大橋など県を代表する構造物が相次いで倒壊した。病院や学校を含む多数の公共施設も被害を受けており、県内外を結ぶ道路網、高速道路、在来線、新幹線は広範囲で通行止め、運休となっている。2度の前震に続く今回の本震、そして終わりの見えない余震活動により、損壊、倒壊した建物や住宅は20万棟を超えた。直接の死者数は50人に達し、少なくとも18万人が避難生活を余儀なくされている。熊本は今、未曾有の災害との戦いに直面している。内閣国家緊急権を発動。政府は本日、国内外における緊迫した情勢を受け、谷垣禎一首相が改正憲法第98及び第99条に基づく国家緊急権の発動を宣言したと発表した。国家緊急権の発動期間は100日間とされており、期間終了時には継続の是非について審議が行われる見通しだ。
それまでの間、首相は緊急事態への対応を目的として内閣令や政令などの特別措置を迅速に制定・施行する権限を持つ。また国家の安全保障及び社会秩序の維持を最優先とするため、緊急権発動中は国民の権利や自由の一部が制限される可能性がある。ずんだもん先輩何してるんですか？何って熊本の救援だけど。いやいや、私知ってますからね。さっきのイベント分、国家緊急権を宣言しなくとも熊本に救援活動できるの。何のことかな。それににゃんわかるでしょ。自衛隊が救援に向かうとその先で必ずスポーンする奴らを。ええ、まあ言わんとすることは。だからこそそんな奴らに救援活動を妨害されずに大震災以上に全力で国として支援するのを可能にするための今回の国家緊急権なのだ。建前はこの程度に本音は中国との決戦に備えて国家頭脳のシステムを強靭化させなければならないのだ。知ってた。そしてディシジョン画面には国家緊急権に関するものが追加。これは何なのだ。時間経過とともに首相が次々と政令を出していきます。その中には政治活動の禁止や司法への介入なんかが。それは面白そうなのだ。まず谷垣首相は情報規制令をこれで動物園からライオンが逃げ出したなんてそう言えなくなるのだ。さらに弁護士会の停止令を発布。司法の安定化のための弁護士会停止令ですか。どういうロジックなんですかね。その次は参議院選挙も停止なのだ。さようなら2016年の参院選。そして国家緊急権の施行から90日経過したとともにつけば政治活動の禁止は既成事実と化したよ。そして外部からの敵対的情報を遮断すべく OP53B を実行します。何これ。一切のインターネットが使えなくなります。中国もこれに似たようなことをしてますね。そして極めつけは無期限国家緊急権。これにより参議院選挙は停止され、全ての権利と特権は衆議院議員に準ずるようになります。この国難を考慮し国家緊急権は無期限に執行される。次回台湾有事、お楽しみに。